はい、それではガンノートをスタートしていきたいと思います。今日のゲストは西尾さんです。よろしくお願いしまはい、よす。ろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。西尾さん、はい、改めましてですね、今回ガンノート、ご出演いただきましてありがとうございます。こえーちらこそ。ありがとうございます。早速なんですけれどもですね、ガンノーはい、トの紹介と、自己紹介などさせていただければと思います。はい、まず私、ガンノート代表理事をしております、岸田と申しまして、25歳と27歳の時に肺細胞腫という、珍しい癌に罹患をいたしました。その経験を経てですね、今、ガンノートという患者さんのインタビューなどを発信する YouTube 番組を運営しております。家族や友人、学校や仕事、お金や恋愛、結婚、育児などそういった生活面にフォーカスをした、癌の闘病経験等をお届けしておりまして、暗い話だけではなくて、ちょっとユーモアを交えながらお届けをしているという形になります。そんな中でなんですが、今日のゲストがですね、はい、西尾様になります。西尾様、今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。西尾様、簡単にちょっと自己紹介お願いできますでしょうか？あ、奈良県生まれで、現在も奈良県に在住しております西尾です。仕事は自営業で、趣味がね、海釣りが、趣味で、しょっちゅう、釣りには行かせてもらってます。っていうところですかね。はい。はい、ありがとうございます。お仕事の話はね、また入ってくると思うので、はい。海釣りっていうことであれば、あれですか、もう実際に船を出してっていう感じなんですか？それとも海岸でやる釣りなんですか？車の上にね、ボートを積んでね、え、すごカートオプボートっていうやつなんですけど、はい。それで海に出して釣ってます。うわあ。じゃあそのボートは一応手漕ぎ的なボート？いや、エンジンつけて、上につけて、すごい。はい。車の上にボートを乗せるんですよね？で、そう持っそうそうそう。てくるんですよね。はい。ええ、すごい。うわあ、すごいですね。普段どんなお魚釣られるんですか？そうですね。季節ごとなんですけど、主に狙いに行くのが、イサキとか、マダうん、イとかね。うんうん。で、あと、アマダイとか。そのあたりかな。はい。うん、わあ、すごい。いや、魚のこともっと知りたいなと思いました。マダイはもちろんわかりますけどね。はい。はい。はい、ありがとうございます。そんな中でなんですけれども、はい、癌のことについてもちょっと教えていただけますでしょうか？はい。一応ね、胃がんの、未分化型で、未分化型低分化腺がんっていう種類のがんで、うーん。結局、ステージは 3B っていうところで、はい。で、告知が48歳の時で、はい。治療が手術や薬物療法されていく。今は寛解という状況ですね。そうですね。はい。うん。はい。なかなかこの未分化型、低分化腺がんとか、胃がんもね、様々種類があるんですけれども、簡単にはい。西尾さんのご認識の範囲だとどういうがんになるんですか？触手を伸ばすみたいな感じでね、広がっていくタイプのがんらしくって、うーん。うん。で、非常に転移がしやすいっていう、がん種っていうのは先生から聞きました。はい、ありがとうはい。ございます。そういったがんに、胃がんの中でも、罹患をされていったという形になります。はい、ここからですね、西尾様の経験談をお伺いするんですけど、あくまで個人の経験談で特定の治療などを推奨しているわけではございませんので、また、がんのことについては主治医の方に、ご相談いただければと思います。こんな中でですね、この後、経過をですね、患者のグラフなどで、ご紹介をしていければと思います。まず、西尾さんのグラフ、こちらになります。はい。西尾さん、なんかはい。前半と後半でちょっとね、谷が来ている、そんな感じですけれども、ちょっはい。と初めから伺ってもいいですか？どうぞ。はい。まず西尾さんの2020年、48歳の時にですね、どうだったかというと、こちら。はい。行政書士の資格学校に通うということで、なんかこはい。れはあれですか、行政書士に興味があったっていう感じですかね？この時に妻がね、うん。行政書士事務所で勤めてたんですよ。ほう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 。で、老後二人で何か、一緒に、のんびりと、老後の仕事をできたらいいかなっていうので、うんうん。ほな、頑張ってちょっと資格取りに行ってみるわっていうことで、うんうん。学校に、はい、通い始めました。
会を始めたというふうはい。な形でね、行政書記の資格を通っていく、そんな中でにはなりますけど、ついこちら、体温が37度前後の日々が続いていくという形なのかなと思うんですはい。が、37度前後、微熱みたいな感じですか？そうですね。これ、だから、ちょうどコロナの年で、そっか、2020年。そう。うんうん。はい。で、仕事柄ね、お客様に接客するような内容の、仕事になりますんでね。熱をね、きちっと朝、夕方、測るっていうことになりまして。で、そうこうしてたら、ずっとね、37度くらいの、熱が終日続くよううん。になるっていう。はい。その時はなんか微熱だなぐらいで、何も気に留めてなかったって感じですかね？そうですね。全く何にも気にしてませんでした。ああ。ね、そんな気にしてない中で、次こちら。猫ちゃんの鳴き声が。にゃんこがおるんですわ。はい。猫ちゃんいらっしゃるんですね。もしはい。猫ちゃんが近くにいらっしゃったら、ちょっとぜひ、見せてください。ちょっと待ってくださいね。本当ですか？はい。お、すこんばんは。ごーい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。猫ちゃんの種類は？これはミックス雑種ですわ。そうなんですね。そう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 。猫ちゃんの、お名前は？これはね、グレ、グレーさん。はい。おーで、何匹か飼ってらっしゃるんですか？4匹飼ってます。すはい。ごい。そうなんですね。じゃあまた、うん。ちょっと来たら、ちょっとぜひ、わかりました。見せていただはい。ければ、はい。嬉しいです。ありがとうございます。はい。そんな中でなんですけれども、はい。ピロリ菌の除去後の予後検査とあります。ピはい。ロリ菌の除去後ってことは、ピロリ菌の除去をどっかのタイミングでされたんですかね？これの1年前にしてます。あ、それははい。なんかきっかけあったんですか？ずーっとね、飲酒がきっかけなんですけど、肝臓の数値がものすごく悪くって、はい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 。はい。で、ずーっと定期的に、病院に通ってました。で、そんな中でね、いっぺんちょっとピロリとか調べてみいひんって、先生に言われて、うんうんうん。ピロリ持ってるよねっていうのでね。はい。じゃあピロリの検査したらピロリ持ってたんですね。はい、はい。そっか。はい。で、その1年後、この、予後検査をしにはい。行ったっていうことですね。この1年そうですね。前にピロリを除去してるってことですね。はい、はい。そっか。なんかピロリ菌いた時、なんか、あれですか、自分でも、なんか、いたかみたいなやっぱりかなのか、まさかっていう感じなのか、どっちなんですかね？そうですね。若い頃からね、あのずーっと腸炎っていうか、胃腸炎がね、続いとってね。ええ。うん。で、聞くと、もうそらそうなるよっていうことでね。うーはい。ん。慢性胃炎はもう持病やと思っとったから、はい。そうなんですね。じゃあうん。もう、まさかというよりは、やっぱりなみたいな形なんですね。そうですね。はい。そっか。そんな中でなんですけれども、こちらピロリ菌除去用の検査をしていったら、ちょっと落ちていきます。それがこはい。ちら。はい。生検。はい。これはどういうことでしょう？うん。この後、また次の検診の時にね、うんうん。もっぺん胃カメラ飲んでくれへんっていうことで、先生に言われまして。うんうんうん。うん。で、理由聞いても、いや、もっぺんちょっとピロリの後見てみたいねんっていうことで。はい。ああ。これはやっぱネガティブな青色ってことは、なんかあれですか、もう、西尾さん的になんうん。か、なんかちょっと良くないなと思ってされるから青色なのか、それともいや、どういった意味で青色なんでしょう？胃カメラがね、とにかく大嫌いでね。そう。あで、こないだ飲んだのにまた飲まんなんのかっていうのがね。だからめっちゃ断っとったんですよ。この時もね。そうなんですね。で、最後、うんって言うまでも先生もどうしても飲めみたいなね。
はい。だからそれの、嫌な理由っていうのは、やっぱ、みたいな感じになるから？あ、そうそう。はあ、それです。うん。もうそれが嫌だっていうことで、ただもう先生も一歩も譲らないから、もう仕方なくやりましたっていう感じなんあ、ですね。もう最後折れました。はい。ああ。で、これ政権って書いてるってことは、何うん。かあるっていうことで、それを取ったってことなんですかね？あ、そうですね。もうカメラ飲んでる最中にこれちょっと撮っとこうか、みたいな感じで、そう、つままれて。つままれて。はい。で、それで、そのつまんだものといったものを見たときに、こちらですかね。癌のはい。告知を受けていくという風なあ、感じにはい。なるのかなと思はい。いますが、はい。この、生検してから癌告知っていったところは結構、どうなんすぐだったんでしょうか？そうですね。もう2週間とかそれくらいやったかな。はい。どんな形で癌告知を受けているのかっていうのも、だって生検よりも癌告知の方がまだ気持ち的には、まだマシな状況なんですけれども。あ、そうですね。もうとにかく、まあ、もうカメラはね、もう大嫌いやから、もうとにかくもう嫌なんですよ。で、うんうんうん。ちょうどこれ告知を受けた時が、ちょうど行政書士の学校の授業を受けてる最中に、はい。まあ、病院の守衛室からかかってきて、ええ。で、ちょっと先生が話があるので変わります、みたいなことでね。ええ。はい。何事かと思いますよね。そう。まあ、だからまあ、そんな感じの電話のされ方やから、なんかまあまあ、あかんねんなとは思っとったんですけどね。はい。うん。そうか。で、なんか、あかんねんなと思って、その時に電話越しでが告知受けるんですか？いや、とにかく最短で、病院に来れる日を、教えてほしいっていうことで言われたんですけど、うんうんうまあ、んうん。じゃあ次の検診の時でっていうことで答えたら、いやいや、ちょっとそこまでは待てないんで、っていうことで、っていうことは、癌ですかって聞いたら、うん。まあ、そうです、みたいな。はい。それを聞いた時、知った時、もしかして猫ちゃん？お、はい。全然登場させていただいても全然大丈夫ですからね。はいはい、大丈夫です。はい。告知、まあまあ、そうですって聞いた時の西尾さんのお気持ちいかがでしたでしょう？まあもうその日はね、授業を受けずに帰りました。そうなんですね。はい。で、で、まあうん。もう速攻妻にも電話を入れて、うん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 。まあなんか癌らしいわ、みたいなことでね。はい。で、病院もすぐ行かれたんですかね？そうですね。で、あと数日以内に確か行ってます。はい。うん。で、その病院に行って、で、そはい。して、その後、転院される方、はい。これはうん。どういうことなんでしょう？まあ、まあその時のね、癌の見立てで言うとまあごく早期癌で、うん。まあ、ただちょっと、広さが広いよねっていうことで、で、まあ、かかりつけの病院ではちょっとこの広さは、うちではちょっと切れへんっていうことでね。で、まあ、その、癌の、専門病院とかに移ってもらった方がいいかもっていう話で。はい。ほう、ということは、その病院でその病院っていうのは、あれですよね、こはい。のピロリ菌とか検査とかやった病院ですよね？あ、そうです。はい。ああ。その病院で、まあ、いろいろその検査をした結果、はい。予想以上に大きかったってことですか？それ以外にも。そう、幅が広かったっていう。おお。うん。それが胃の中に、はい。まだまだあったってことですよね？あ、そうですね。だから、大きさで言うと2.5センチってその時言われたんですけど、ほう。それが胃のどこの部分にあるんですか？胃の中でもあ、上の方、真ん中の方、いや、下の方ですわ。下の方に、はい、はい。がんがあって、で、そうん。れでその大きさが大きいから、ちょっとうちでは切られへんわっていうことで転院をしていくと。そうです。はあはあはあ。じゃ、その転院をされていて、その転院先は、
はい。より大きな病気なんですかね。そうですね。一応、がん指定病院ですかね。なんかそういうのにはなってるみたいです。ああ、そうなんですね。うん。がん診療連携拠点病院みたいな、そういったちょっと、がんそうですね。はい。も、はい、ちゃんと見てくれる、そういったうん病院うん。さんに転院をしていったといはい。ったところで、で、そんな中でなんですけれども、その後ちょっと下がっていきます。それがこちら、はい。手術、内はい。視鏡の手術をされていくというこはい。とで、はい。あ、そうなんですね。最初、なんか、開胸手術とかじゃないんですね。そうですね。転院した時に、もういろんな検査を集中的に受けてね。うん。で、転院した、診療科が消化器外科っていう、外科のうんうん。病棟に転院をしたんですけど、うんうん。うん。で、そこでね、いろんな検査をする中で、うん。早期やでっていうことで言われて、で、これやったら内視鏡を取った方がいいよっていうことでね。へえ。はい。だって、ちょっと待って、ただ、最初のご説明ね、自己紹介いただき、うん。ステージが 3B だったと思うんで、はい一はい。口じゃないですよね、多分そう。ね。そう。だかあら、転院した時もね、妻と一緒に行って、で、微熱が続いてるんですとかいう話をしてたんですけど、うんうん。このステージで微熱出えへんで、とか言って、他のことが原因ちゃうとか言われとって。なほんとっすか。そう。うん。で、その内視鏡の、手術の予定時間が、3時間って言われてたんかな。で、うー結ん。局、蓋開けてみたら、6時間くらいかかっちゃっててね。ええ。で、そう。で、その術後の説明で、あの、切っては止血、切っては止血の繰り返しやったから、ちょっと時間かかっちゃって、っていうことで、はい。そうだったんすね。うん。でも、その話を聞いて、あかんねえな、思ってね。はい。ちょっと見立て以上、予想以上よりはちょっと進行してるんだなと思ったってことうん、ですね。うん。か。はい。そんな、もう、内視鏡の手術ね、乗り越えてっていった中で、はい、その後は家族旅行に行かはい。れるとはい。いうことで、これはなんか計画してたんですか？いや、もうとりあえず、内視鏡手術があかん、結果があかんっていうことで、あかんなんですか？内そう視鏡。そうそうそう。うん、え？結局、深かったよっていうことで。じゃあ結そう局全部取り切れなかったよって感じになったってこはい、とですね。はい、はい。で、そっか。うん、胃があるうちに美味しいもの食べに行こうっていうことになって、おはい、ー。で、それで家族旅行に行かれたと。はい、はい。この家族旅行どちらに行かれたんですか？ちなみに。伊勢の方ですね。ああ、いいですはい。ね。うん。伊勢の方に家族旅行で行って、だから、はい。上がってるわけですね。そうですね。はい。で、その後、ここからね、下がっていく、その治療が、はい、手術。次はい。は、腹腔鏡手術。はい。ほう。これ内視鏡、そっか。内視鏡ではなくて、ちゃんと、なんでしょう。腹なんか、腔鏡でっていうそうそう。ことですね。はい、はい。ほう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 。これはもうこれの時も結構時間かかったんですか？この時はね、8時間くらい。ええ。うん。じゃ、かなり深かったんですね。胃の、だから5分の4摘出。もう結局ほぼ全摘ぐらいの。そうですね。だから、噴門って言って、胃の入り口のところあ、だけは残してくれてるんですけど、ええ。うんうん。うん、それとリンパ節と一緒に取ってもらって、はい。うわ。いや、ほんと、じゃあもう結構大きな手術を、腹腔鏡手術でされていってってことなんですはい。ね。
はい。そしてその後、こちら。はい。えー薬物療法、ドスタキセルと TS1。これははい。術後の化学療法をされていったといあ、うことですそう、ね。そうです。はい。これ、すごく下がってるのはやっぱりきつかったってことなんですかね。そうですね。多分ね、TS1 はそうでもないんですけど、ドセタキセルがうんうん。結構まあ合わへんっていうかね、うもうとにん。かくこう、ご飯の匂いがもうこう、臭いとかね。うんうんうんううん。ん、まあ、もともともう炭水化物めっちゃ好きなんですよ。ああ、で、もうもうラーメンそれがね、とか、もそう、ご飯炊いてる匂いがもうあかんとかね。う、うん。はいはい。ああ、まあ、そういったところが、抜けるし。そっか。うん。通り様々な副作用もあって、ご飯も食べれなくてっていったところではい。結構下がってるってことですね。あ、そうですね。はい。それってなんか抗がん剤終わったら食べれるようになるもんなんですか？だからね、ドセタキセルとこう TS1 で、2週間飲むんですよ。うんうんで、うん。2週間休薬なんですね。うんうんうん。で、休薬の最後の数日間うんうん。は、ちょっと食べれるか、みたいな。ああ、そうなんですね。うん。そんな、ただ胃もほぼね、なくなってるから、そんな量食べれないですよね。そうですね。まあ、これね、多分ね、個人差はあると思うんですけどね、お腹がすくっていう感覚がね、うん。なくなりましたね。そうなんですか？それはもう今でもなんですけど。で、あと、満腹感もない。ええだから食べ始めるとずーっと食べたいなーってなるんですけど、食べてる途中でもう苦しくなってきてね、寝込うんうん。むっていう。そっか、はい。そういう感じなんですね。うん。うん。まあ、そういったものを、まあ、食べるっていうところも、この時はもうほぼできずっていったところで、で、下はい。がっていって、で、その後、その次がこちらですね。はい。1年間追加で治療が決定していく。はい。これなんかこう、赤色でポジティブになっているんですけど、んの まあ、これほう。ね、まあ、ちょうどようやくまあ1年でこう抗がん剤終わって、まあ、うんうん。多少は食べれるようになるのかなーってめっちゃ喜んでこう、まあ病院に行ったんですね。で、その時に、あのまあ、ものすごくこう再発率の高いがんやから、まあ、体力もいけてるし、で、血液検査の結果もいい数値やから、あと1年ちょっと追加でやってみいひん言うて言われてね。ええ。そう。それ聞いたらなんかもう、僕としたら、いやもう終わらせてよって感じになると思うんですうん。けど、西尾さんはまあ、どうだったんですかね？そうですね。まあ、まあ、1年他の人よりぎょうさん、まあ、薬入れたら、多少はまあ、再発率も下がるのかな、みたいな、はい、感じで。ああ、そっうん、か。うん。ちょうどね、E 取った時のその、リンパ節を15個取ってるうちの8うん。個にこう、やっぱり癌が散っとったんですよ。そうなんですね。そうそう。で、あの、はっきり言うてこう、15個取ってるうちの8個言うたらめちゃくちゃ多いんや、言うて言われてね。うん。で、まあ、それも聞いとったんで、うん、まあ、まあ、続けられるんやったら続けといた方がいいかと思ってね。はい。そっかそっか。そういう、まあ、転移というかリンパ節転移も、それ多かったし、まあ、続けれるんならっていうことで、まあ、うん。そういう意味でポジティブってことなんですね。あ、そうですね。はい。こうただまあ、治療としては、そんな、ちょっときついから、ここの状態にいらっしゃるっていうことなんですかね。うん、うん。そうです、そうです。はい。そうか。そんな中で少しちょっと上がっていきますが、次こちら。え
再発の疑い、はい。懸念してたことが起こったってことですかね。いや、結局は、まあ、再発ではなかったんですけどね。あああ、の、よかったよかった。うん。造影 CT っていう、まあ、造影剤を入れて、CT を取るんですけど、まあ、その造影剤がおそらく固まっとったんやろう、みたいな。うーん。はい。そっか。まあ、ただ、この時は再発の疑いが、はい。先生から言われたってことですよね。はい。そっか。ただ、再発の可能性もね、言われてたから、このプラマイゼロって言った時は、そこうん。まで感情に揺らぎがなかったってことなんでしょうか。そうですね。まあ、もともとが、癌になった時っていうか、まあ、どっちかって言ったら、腹腔鏡する時ですかね。うん。まあ、もうある程度覚悟は決めとったんでね。うん。うん。覚悟ってで、いうのは、その癌が転移している可能性って言った覚悟ですかね。そう。うん。だから、あと、まあ、再発率がこの癌種やったらおそらくもう3割あるかないかくらいや、いうことで、まあ、主治医の先生に最後こう言われとったからね。ああ。5年生存率がね。うん。はい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 。そっか。で、そう。まあ、もう、致し方がないな、っていう感じで。うん。で、まあ、再発って分かっても、致し方ないなっていう風な状はい。況で、まあ、受け入れて、ただ、上がっていくのは再発ではなかったという先ほどのはい。ことですよね。はい。最終的にはその再発だと思ってたら、造影剤が、まあ、溜まってたんうんうん。なんじゃないのみたいな形で、はい。はい。大丈夫だったと。いや、はい。ほっとしますよね。そうですね。はい。ね。だから上がっていって。で、その後、こちら、薬物療法が終了していき、はい。結局、2年間やったって感じですか？そうです。はい。おお、長かったですね。それめっちゃはね。なかった。はい。いや、でようやく終わっていったって言った中で、はい、今は、はい。経過観察、はい、うん。経過観察数が終了していった。あれ、終了はい。していった？あ、うん。あ、5年経ったからってことですか？そうです。おはい。お。ありがとうございます。いやいや、よかった。じゃあ、この間は再発もなくということなんですね。そうですね。はい。うん、よかった。はい。まあ、このようなね、形で西尾さんのペーシェントジャーニーお伺いをしていきましたけれども、実はい。はお写真もいただいておりまして、そのお写はい。真っていうのが、闘病時のお写真、こちらになります。うん。はい。こちらのお写真いただいておりますが、はい。これはどのタイミングの時でしょうか？これはね、内視鏡手術の後ですね。内視鏡手術。内視鏡手術ってことは、ちょっと待ってくださはい。いね。この中で言うと、内視鏡はこちらの手術そうです。ですね。はい。はい。ほうほうほう。この手術の時に、こういう感じだったといはい。う風な感じで、これはもう、あれですか、奥様に取ってもらってっていう。うん、まあね、取られてることも知らんかったんですけどね、うんうんうん。多分ね、この時ね、僕いっぺんね、手術中にね、おそらく起きてるんですよ。え、嘘。で、まあ、先生が、麻酔入れて、麻酔入れて、言うてね、言うてんのは、覚えとるからね。はい。麻酔で起きて、痛くなかったですか？その時いや、は。もうだからね、もう夢の中みたいな感じああ、はあはで起きてあはあ。るから、はい。そう。で、多分ね、薬めっちゃぎょうさん入ってるからね、うん普うん。通やったら普通に戻ってこれるはずがね、うん。もう寝入った状態で戻ってるっていう感じですかね。はい。そっか。そうなんですね。はい。これは内視鏡の時の手術でしたけれども、手術、内視鏡の時と、はい。やられたこの腹腔鏡の、はい。この手術の時だったりとか、2回手術されてると思うんですけど、はい。やっぱきつさ的には腹腔鏡の方がきつかったってことですかね、体的に。そうですね。まあ、術後、次の日にはもう歩かされるんですよ。うーん、うんうんうん。で、それが全然歩けへんくってね。うんうんうん。はい。
そうですようね。ん。いやで、ー、そうそう。ナースステーション、半周歩いてうんうん。戻ったみたいな。はい。いやー、まあ、そうなんです2キロよね。もんやで、みたいなね。はい。いやー、もう本当ね、医療者鬼だと思いますよね、あの時ね。うん、うん。はい。そんなね、治療をされていった、西尾さんですけれども、ちょっとここはい。からですね、各項目に分けてちょっとお伺いをしていきたいなということを思っております。はい。まず一つ目、こちら。病院や治療の選択と、はい。しまして、病院どういうふうに決めたのとか、治療どのように決めたか、今ね、SDM といわれるシェアードディシジョンメイキング、こちら、医療者と一緒に、治療方法を考えていこうよっていうふうな、今の流れはい。かと思うんですけれども、そう、どうはい。だったのかっていうところをお伺いをしていきたいなと思います。実際ですね、こはい。ちら、実際、西尾さんは、この治療、病院に関しては、あれではい。すかね、もう、最初のピロリ菌の病院は、ずっと今まで通ってた病院で、それではい。転用するとき、この転用するときは、はい。ご自身でその、がん診療連携拠点病院に行こうと思われたんですかね？そうですね。もう亡くなってるんですけど、うちの父が、ここの転院先の病院のね、こう、開業の時からね、うん。携わってた、へっていうのもあえ。って、で、父親も実は、最後、癌で亡くなってるんですけど、うんうん。ここの病院でずっとお世話になっとったからね。そういう絡みもありで、はい。そっか、そういうこともあって、うん。馴染みがあったって言い方変ですけれどあ、も、そうですね。はい。ね。だからその病院に転院をしていってっていったところであるかと思います。そはい。の後、手術だったりだとか、あと抗がん剤のね、お薬をさはい。れていく、こういった治療の選択はもう、医師の方から提案されて、もうそれだったらっていう風な感じなんですかね？あ、そうです。はい。あの、まあ、いね、あの、もう見立てで言うと、こう、ずっと早期早期って言われてたんで、はい。そうですよね。ずっとうん。早期早期と言われてたにもかかわらず、はい。いざこう治療してみたら、それなりにちょっと進行してたと思うんですけど、はい。その時はどういうお気持ちでした？まあね、ああ、やっぱりほな、それ微熱出ててんやん、みたいなね。うーん。そうそうそう。そっか。じゃあ、うん。じゃあ、どちらかというと納得っていう風な感じで、そうですね。はい。感じだったってことですうね。ん。はい。いや、なかなか、ね、早期早期って言われてても、また次も次もみたいなこと出てきたら結構ね、自分としてはうん。ショックを受けるかなと思ったんですけど、さすが、西尾さんは、納得してっていう風な感じで、すごい達観されておられますね。うん、もう、だからこれもね、がん告知受けてから、もうネットとかこうね、YouTube とかこう見まくって、で、あうん、あ、がんってどんなんなんみたいなのをね、うんうんはい。で、ただね、この時にまだこう、うん。低分化腺がんっていうのも分かってへんかったし、うんうん。うん。で、あの、内視鏡、転院後でこう、最終切る前の大きさが、3.5センチまで広がっとってね。おお、最初2.5センチでしたよね。そう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 わ。う。うん。で、こう、情報の中でこう、癌ってこう、血管がめちゃくちゃ集約するんやっていうのをこう知っとったから、うんうんうで、ん。内視鏡の後にね、切っては止血、切っては止血やったからちょっと時間かかりましたっていう話を聞いて、ああ、あかんかってんな、みたいな。ああ、はい。もうそれでもう納得はできてます。そっか、すごい。はい、そんな西尾さんのこちら、辛かったことといたしまして、副作用や後遺症など、大うん。変なこともあったのかなと思いますが、はい。西尾さんのこの大変だった、辛かった、そんなタイミング、そんな事象、何がありましたでしょうか？うん、初めはやっぱりこう、抗がん剤で、ご飯の味が変わってしまったっていう、うん、ところに始まり、うん、あとは、そうですね、
まあ、現状で言うと、こう、術後ダンピング。食後のダンピングね。まあ、あれはこう、現在も含めてずっと続いてるっていう。はい。西尾さんのそのダンピング、まあ、うんちょっと、初めて聞かれる方もいらっしゃるので、簡単にちょっとご説明いただいて、西尾さんの場合はどうなのか、ちょっとお話しいただけますか？うん。まあ、主にね、僕出るのが多分ね、早期ダンピングなんですね。でうん、まあ、さっきもね、こう、空腹感がないっていうのと、こう、満腹感がないっていうところでね、どうしてもね、食べ始めると、もうその昔、こう、お腹空いた、ガツガツって食べて、お腹いっぱい満足っていうね、そういう感覚がやっぱり今でも抜けへんからね。あの、うーん。うん。で、まあ、そのつもりでこう食べてしまうんですよね。で、食べてる最中に、どんどんこう、苦しくなってきて、うん。寝込んでしまう。はい。もう寝込んでしまって、それはどれぐらい、まあ、1日とかで回復はされるんですか？いや、寝込むのもね、もうほんまにこう、意識が飛ぶような感じで、1時間くらい。はい。そっか、1時間ぐらいこう寝込んで意識が飛んで、それでまたこう意識が戻ってきたら、まあ、マシになってるっていう感じなんですかね。そうですね。はい。うん。うん。食後の、はい。ダンピングうん。っていうところも、はい、あってって言ったことですけれども、今残っているその後遺症や副作用、そういったところは他にありますか？後遺症はもうほとんどないっていうか、多分ないですね。うん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 。じうん。ゃあもう、食事の際になんか、味が変わってるってこともないですしっていうことでうん。すね。そうです。はい。はい。そして、次こちらですね、お伺いしたいのは、この家族のことといたしはい。まして、まあ、息子さんがいらっしゃるということなので、子供のことは後でお伺いしようかなと思いますけど、うん。ご家族、まあ、特にパートナーのね、奥様のことなんですけれども、はい。奥様にはもう、ね、なんでしょう。もう学校に通われてた時に連絡が来た時にすぐお伝えをね、されたっていうことをお伺いしましたけれども、まあ、はい。ご家族の方、まあ、パートナーの方にこういったことを支えられたよとか、こういったことをしてくれて嬉しかった、もしくはこういったことをして欲しかったな、みたいなものあったりとかしますか？そうですね。良くも悪くもなんですけど、こう、あっけらかんとしてね、結構明るい、妻なんで、あの癌っていう、こう、話をした時も、そうなんみたいなね。ほほほほ。で、もう今日勉強やる気ないわ、言ったら、もうほな、さっさと帰ってきいや、みたいな話で。うーん。うん。で、あとはそうですね、こう、あんまりね、僕自身がこう、先生にこう、どうのこうのっていう、話も、しない方やからね、まあ、なんでこれ聞かんかったんやとか、あれ聞かんかったんや言うてしょっちゅう怒られるから、そんな話あんねやったら一緒についていってや、言うてはい。ちょこちょこと、うはい、病院ん。には行ってもらってました。ああ、そうなんです。じゃあ一緒にうん。話を聞いてっていう風な感じで。そうです。はい。ああ、いいですね、いいですね。やっぱ一人でうん。聞くよりもね、うん。二人で聞いた方が、いろんなね、ことも伺えますもんね。はい。うん、じゃあ、そういったところで、まあ、奥様に支えられてっていったところですかね。そうですね。はい。うん、ありがとうございます。はい。そしてですね、次の項目がこちら。はい。子供のこととなりまして、まあ、お子様、当時はお子さん、息子はい。さんのお話だったかと思いますよ。何歳でしたかね？当時はね、10歳おやったかな。お、はい。小学生ってことですね。小学校の時ですね。はい。癌のことどのように伝えられるんですか？いや、これもね、妻がね、お父ちゃんがんやって、っていう感じの軽いノリで。うーん、はい。そうか。お子様の反応はいかがでしたでしょう？そうなんや、みたいな。はい。すごい、西尾家はすごい皆さん、もう事実を結構
淡々と受け入れられるような。そうですね。ね。はい。すごまあ、あんまりい。深く考えてないというかね。はい。いやいやいや、まあ深く考えてないけど、動揺を見せないような、もう、すごいどしっとした、そんな日常系なのかなと思うんですけど。ということは、もう、もう、当時のその息子さんの、育児っていったものに関しては、奥様と共同してっていう形で、なんかこう、大変だったこととかありましたか？まあ、子供に関してはね、まあ、ほぼ妻に任せっきりっていうところもあるから、うんうんううんん。で、まあ、ただ、その、コロナの時やったから、こう、うん。まあ、入院中のこう、面会とかがね、まあ、妻しかあかんっていうことで、ああ、そっか。そうまあ、一切会えずっていう。うわうあ、そうん。ね。もうずっとじゃあ入院中は会えず、あ、そうですね。はい。寂しくなかったですか？いや、めちゃくちゃ寂しかったです。あそうですのよね。うん。そう。だから、妻が面会できるのも、確か週2回やったかな。着替えを取りに行く、だけっていう、ほう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 。うん。その時間以外は認められません、みたいな感じやったんで。うわあ。じゃあもうテレビ電話とかもされなかったんですかね、当時は。あ、テレビ電話はね、一応してたんですけど、まあそこまででも回数もしてなかったかな。なんかね、入院中ってね、うん。生活のサイクルが変わっちゃうからね。うんうん。うん、まあ、主治医の先生からはね、こう、日中は、極力しっかり起きときなさいっていうことで言われてるんですけど、どうもね、日中眠くなってね、夜中起きてしまうっていうね。いやー、逆転しちゃいますよね。そう。はい。ねえ、いやー、すごくわかります。そう。うん。じゃあもう生活リズムも違うし、ちょっとうん。ね、電話するのもちょっとタイミングが違うし、みたいな感じで、あ、そうです。じゃあじゃあ結構あれです、孤独じゃなかったですか、闘病は。ね、内視鏡の時はね、まあ、大部屋やったんですよ。うんうん。で、まあ、その大部屋、結構ね、こう、うるさい人多かったから、まあ、そんなでもなかったんですけど、まあ、反対にそれが嫌でね、あのまあ、腹腔鏡の時は、個室にしようって言って、もう個室にしてもらったんが、まあ、うん反対に何にもすることないし、誰にも会えずで、うん。もう、ああ、もうほぼ看護婦さんとしか会わへんよ、みたいなね、感じやったから。うん。そっか。どっちもどっちって感じなんですかね。そうですね、はい。そっか。そんな中、お子さんにも一切会えず、そして、で、退院してからもちろんね、一緒に生うん。活されてっていう形だったかと思いますが、はい。じゃあ、ちょっと次ね、ちょっとお伺いしたいのはこちら。お仕事のことといたしまして、おはい。仕事ね、自営業でっていうお話でしたけれども、どういっうん。た、種類のお仕事をされていて、治療中はどうしたのか、自営業だったらね、それこそその分収入が減ってしまうみたいなこともあったんじゃないかなと思いますけれども、はい。お仕事をどういうふうにされましたでしょうか？治療中は。そうですね。まあ、当然こうね、長期間休まんとあかんということで、まあ、メーカーのこう下請けで仕事をさせてもらってるんですけどね。うーあの、ん。まあそちらの方に、まあ事情を説明して、うん。はい。で、ちょうど一番ね、こう繁忙期の時期なんですよ。ええ。そう。で、まあそれでもね、まあ快く、もうそういうことやったらもう、体優先で、しっかり治してくださいということで、はい、休ませてもらいまして。あうん。あ。ただその自営業であれば、そのはい。後、その癌だからっていうことで、なんかこう、仕事が回ってこないだったりとか、復帰っていうか、復帰とかうん。どういうふうにされたんですかね？そうですね。まあ、退院後はやっぱりね、こう、結構貧血なんかがこう出るような状況やったから、まあ、こう、脚立に登ってのこう作業できひんよとかね。
ああ、っていうので、まあそういう仕事はちょっともう、一旦こう省いてもらうみたいな感じで。うん。で、それ以外、まあまあ、まあこれやったらできるよ、あれやったらできるよっていうので、まあ反対にこちらの方からね、こう、まあこれとこれしかできませんみたいな感じで。うん。そっか。その際の、収入面っていったところは、それははい。大丈夫だったんでしょうか？そうですね。まあ当然やっぱりね、こう、収入ものすごく下がりますんで、まあ大変ではあるんですけど、まあ、ただね、事故を起こしてもね、元も子もないし、うん。うで、なーん。んとかまあ、妻も、まあ、なんとか生活できたらそんでええやんみたいな感じで言ってくれとったからね。ああ、それはありがうん。たいですね。で、まあ、妻もね、一生懸命働いてくれとったんで、はい。ああ、え、メーカーのその下請けのお仕事って言っても、その体を結構使うお仕事なんですかね？そうですね、機械の修理をやってるんですよ。ああ、はい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 。はい。そうなんですね。から、そうはい。そう、こう、重い仕事とか、あとはこうね、さっきも言ったように、こう、脚立に登るような仕事うんうんうん。に関しては、まあ、ちょっと、フラットなって落ちてもあかんし、で、重いの持って、こう、フラットなってもあかんしっていうので、うん。そうですよね。はい。仕事にはどれぐらいで復帰できましたか？退院してから1ヶ月後にはもう復帰してます。ええ、すごい。じゃあ、術後の化学療法の時、抗がん剤治療中も、就はい。職場にはもう復帰してるってことですよね？あ、そうですね。はい。おお、すごい。大変じゃなかったですか？まあ、まあ、それでもね、やっぱりこう、事情分かってくれてて、ほんで、かつ、まあ、こっちのね、まあ、もうできる内容っていうところで、うんうん。まあ、もうその分だけっていう形でこう仕事を受けてましたんでね。そっかそっか。うん。じゃあもうそこはもう、ちゃんと両立できて、仕事と、ええ、すあの、問題なかったってことですかね？そうですね。はい。はい。ありがとうございます。次にですね、ちょっとお伺いしたいのがこちら。お金や保険のことうん。といたしまして、はい。はい。先ほどね、収入面のお話をお伺いしましたけれども、治はい。療費どれぐらいかかったのとか、民間の保険入ってたのとか、はいはいはい。どういうふうにこう治療面、その工夫したのとか、そういったとうん。ころをちょっとお伺いをしていきたいんですけれども、まずはい。民間の保険は入られてましたかね？あ、入ってます。はい。おお、じゃあそれが降りてっていう形ですか？あ、そうですね。だから治療費そのものに関してはね、保険金でこう、ほぼ、うん。賄えたっていう、感じですかね。ああ、ざっはい。くりとトータルするとどれぐらいの治療費かかってたと思いますか？えーっとね、あのそのね、通院云々っていうところがね、今でもね、こう、領収書を妻が残してるんですけど、ちょっと、まあ、さもすがにそれのこう、計算はしてなくってね、う、うんうんうん。あれなんですけど、えーっとね、その個室でこう、入院してた時うん。が、治療費とこう、個室代で、うん。約40万ぐらい。おお。で、内視鏡の時がね、10万円ほどやったかな。うん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 。うんうん。大部屋やったらこう、高額療養費の、こう、療うん。養費内に賄えるみたいな感じやったんで、うん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 。はい。そっか。じゃあそれで、手術の時は、あの、それぐらいはかかって、あとはもう術後のその化学療法が、約2年間近く続いてはい。たってことですかね。はい。トータルするともう100万円は、あ、超えてます。っていう風なうん。ことですよね。うんうん。それらはけど民間の保険で、賄ったという風な形で。だからそこまで入れると、うん。賄いきれてないですよね。ああ、そうなんですね。そうそう。そっはいか。はい。通院が出るタイプの保険ではなかった。あ、そうなんです。ああ、そっか。癌でこう、一回こう、降りたらおしまいみたいな。そっかそっか。はい。そういう形だった。じゃあ、足りない部分は、
ご自身の貯蓄で賄あ、うっていう感じですかね。うん、そうです。はい。ということですね。なので、そこね、お金の部分は、貯蓄と、民間の保険で出た部分っていう風なところで、賄われていったということはい。ですね。はい。ありがとうございます。そして次こちら、癌になる前と後で変わったことといたしまして、うん。気持ち面でもいいですし、生活面でも構わないんですけれども、前と後はい。で変わったことといたしましては、はい、うん。西尾さんいかがでしょうか？そうですね。やっぱりね、体力が落ちてしまったっていうところでね、うん。当然今まで当たり前にできてたことができないよとかね、うん。そういうのがやっぱりあったりはしますよね。で、うん。あとはそうですね、うーん。そこがやっぱり一番かな。体力面ってことですうん、ね。うん。そっか。それを何ですかね、体力が、落ちてしまった部分をどのように回復させるみたいなことはなんかされたりしてますか？そうですね。流れにも身を任せるような感じでね。うん。もう今の現状を受け入れんとしゃあないな、みたいな、そっかそっか。はい、感じで。はい。今受け入れるっていうことですね。はい。うん。はい。じゃあそして次、こちら、情報といたしまして、はい。今日ね、お話の中でも、癌のことをね、情報で、動画だったりだとか、そのうん。サイトを見たりだとか、はい。みあの、こう、見ら見られたというふうなお話をお伺いしましたけど、癌にはい。関する情報は主にどういったところで、手に入れてましたでしょうか？そうですね。大体がね、初めはもうスマホでずっともうググり倒してみたいなんで。うーん。で、うん、胃がんってどんなもんなんや、みたいなところからね、そこからね、今度YouTube なんかでも胃がんってどんなんみたいなんで、検索をかけていって、はおい、ちなみに癌ノートはヒットしましたかね？しました。はい。おお、じゃあ見ていただいたんですね。そうですね。ものすごくね、やっぱりね、見させてもらってて、励みにはなりましたんでね。はい。良かったです。うん。じゃあその時は本当に見てくださって、次はね、出る立場でっていう風なうん。形で。そうですね。はい。うん、そっか。特にやっぱどういう情報を、西尾さんは、調べられました？その癌の治療の方法なのか、それともうん。ランピングだったりとか、その対処だったりだとかなのか、それとも生活面のその仕事面だったり、家族面、ああ、そういったことなのか、どうでしょう？うん。そうですね。もう主に見てたのがもうやっぱり治療。うん。うん。で、あの、実際にね、ダンピングっていうのはネットなんかではもうほぼほぼ調べずで、おお。うん。で、ただガンノートを見てて、ああ、そんなんもあんねんな、みたいな程度にしか思ってなかったんですよ。おはい。お、ほう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 。うん。実は一番そこがね、今もうネックになってる部分なんですけどね。はい。そっか。うん。まあ、見てた人が知ってっていうよりも、実際に経験されて、すごくそれがもうん。う、対応っていうのが、今苦労されているってところですね。はい。そして次、こちら、大切にしたいこと、夢や目標などっていったところなんですけど、癌になってこれ大切にしていきたいなっていう、思い、もしくはこういった目標ができたよであったりだとか、そういったところをちょっとお伺いしたいのですが、いかがでうん。しょうか？そうですね。もう日々の生活に、まずはもう感謝っていうところと、で、あとはあのようやく5年生存、できたっていうところなんですけど、ここから先もね、いつどうなるかっていうところではあると思いますからね。あのーまあ、あとはもう妻と子供がね、仕事で自立してやっていってくれるようになってくれるのが、今の目標っていうか、夢になるんかな。はい。
そうですね。あれですね、念のためにお伺いしますけど、お子様が、自うん。立してっていうことで、奥様が自立しちゃうと、西尾さん、のいる立場がちょっと、うん。あれかと思うんですけど、いや、そう、うん、まあ、妻も含めてね、しっかりこう、自分の力でこう生きていけるようになってくれたらいいかなとは思ってます。はい。そういうことですね。失礼いたしうん。ました。そういうね、みんなが自立して生きていけるようにっていうことはい。ですね。はい。はい。ただなんか、お話を聞いてて、なんうん。かもう、おこがましいですけど、西尾家はなんか大丈夫な気がします。皆さん、しっかりされていらっしゃりそうな。なってくれたらいいですけどね。そんな気がしますね。うん。はい。はい、ありがとうございます。そんな中でちょっとここからですね、インフォメーションを挟ませてください。はい。がんのとですね、がん経験者のリアルな生活というですね、一冊の本になっております。様々な経験者さんの工夫などが載っておりますので、お近くの書店もしくは、Amazon などで見てもらえたらと思いますし、また見るだけではなくて、聞くといったところで、オーディブルなどですね、聞く読書といったところでも、ございますので、もしよかったらチェックしてみてください。また、ここまで見てくださっている方はですね、チャンネル登録してくださっている方多くいらっしゃるかもしれませんけれども、もしまだであればチャンネル登録していただいたりだとか、あと高評価やコメントなどで応援してもらえれば嬉しいなと思います。登録してもらったらね、通知が飛んだりだとか、しますので、ぜひぜひ、また、こちらよろしくお願いいたします。また、がんノートに出てみたいよっていう方はですね、出演応募フォームっていうのがホームページにございますので、そちらをクリックしていただいて応募いただければと思います。西尾さんはね、ちなみにこの応募、ホームページからいただきましたもんね。あ、そうですね。はい。これは西尾さんなんで出たいと思ったんですか？うん、やっぱりね、こう、5年っていう、こう、節目を、迎えてね、あのまあ、あんまりね、こう、大した話もできないんですけど、いやいやいまや。あ、何かね、こう、胃がんでも、普通に5年生きれるんかってね、思ってもらえるようなことがあるんやったらね、まあ、多少なりとも、どなたかのこう、励みになれればと思って、はい。まあ、今回、こう、応募させてもらいました。ありがとうございます。本当ね、胃がんの経験談、なんかね、患者さんは多いんですけど、体験談がね、思ったより僕も、それに比例しては多くないのかなと思っているので、こうやって経験いうん。ただけるのはすごく嬉しいなと思っております。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。それではですね、ここから、はい、メッセージをいただきたいと思っております。視聴者はい。の方々に向けてですね、西尾さんからのメッセージ、こちらになります。今を感謝です。で、意図としたら、今のこの現状の自分があるのも、こう、その時その時を、こう、関わってくれたすべての方のおかげで、今があって、で、今もこう、生活できてるっていうところが、もうすべての事柄に感謝としかちょっと僕はもう思ってないんで、それでこの言葉を、メッセージとして、決めさせてもらいました。今を感謝と言った言葉、これやっぱりあれですかね、やっぱり家族だったりだとか、お仕事仲間であったりだとか、はい。そういった人たちもう全員含めて、医療者ももちろんですけれども、そういうところうん。も含めて感謝っていう形ですかね。そうですね。はい。うん。いや、今をね、一瞬一瞬こうやってね、感謝しながら、そして生きている、そんな、西尾さんの、闘病経験談でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。といった中でですね、西尾さん、のこの収録終わっていくわけにはなるんですけれども、西尾さんいはい。かがでしたでしょうか？うん、そうですね。あの、語り出すとね、もっともっともう、こう、あんなまたで、こんなまたでっていうのは、あるんですけどね。はい。なんか逆に言い足りてないことありますか？なんかこれは伝えておきたい、伝え忘れたなとかあればと思いうますけれどん。も。すべてに対してね、本当にさっきのね、こう、今に感謝じゃないんですけど、まあ、こう、そのタイミング、そのタイミングでね、あとちょっと遅れてたらもう手遅れやったよねっていうようなタイミングでこう見つけてもらえてたりね。うん。うん。
まあそういう、こうね、すべてのこう歯車がね、まあたまたまなんでしょうけど、こう、うん。まあ、よく、運よくこう回ってくれて、はい。まあ本当にもう助けられたなっていう、はい、思いで、はい、いっぱいです。まあね、そのタイミングっていうのもね、本当大事ですからうね。ん。なので、まあ、皆さん見てくださって皆さんもね、何か体調不良とか、なんかこう、感じたらすぐ病院に行ってほしいと思いますし、また、検査ですね、がん検診っていったところも受けておられない方は、ぜひこれを機会にちょっと行ってみてもらえたら嬉しいなということも思います。はい。それではですね、これにてがんノートを終了していこうかなということを思います。また次の動画で皆さんお会いしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。